5話まで一気に見たけどクソ面白いなギャグ要因だと思ってたじいさんが最後かっこいいのには笑った。年寄りクラシックロキさんのグローリアスパーパース大好き。おじいさんはいろいろ持っていったよな笑い方とかヒドルストンに似せてるなって思った。敗北エンド。前情報だとロキがいろんな時代の歴史の裏にいたみたいな感じだったからそういうドラマかと思ってた。正直いろんな時代や場所でマンダロリアンみたいにお助け珍道中やるのかなって思ってたよ。確かにロキが歴史上のいろんなことに影響を与えていくとか言ってたな。確か上手上映の劇場前にロキいるコンセプトイメージとかなんだったんだあれ。雷にビビるロキとか王様に化けて好き勝手するロキとか幻影で普通に見せかけて悲しんで自暴自棄になってるロキとかそういうのが見たかったんですよね。時空警察ロキじゃないんですよね。予告編見てた時はいろんな世界、国、時代に行ってちょっとコメディ寄りかなと期待してたな。冒頭のマーベルロゴで過去のセリフ垂れ流してたり思わせぶりな BGM だったりしたけど結局なんだったんだ。最初の嘆くのは愛の証拠ではみたいなのって気質のセリフ？ワンダビジョンでのビジョンのワンダに対するセリフ。シーズン1は今後の MCU のための作品だったけどシーズン2こそはロキという作品内で収められるんじゃない。ある意味そこで切り分けられるからロキとしてはあの終わり方になってしまったのも仕方ないというか。そういうことだよね。正直このドラマ3話くらいに圧縮できたと思う。しかしロキとしての物語は6話に収まりきらんからシーズンにやることに決めてシーズン1は薄く伸ばしてマルチバース解禁へ振り切った感じがしないでもない。やっぱり噂通りシーズン2か。いやまさかシーズン2に丸投げエンドとはね。ここまで面白かっただけにこの消化不良は正直がっかりだ。優秀な漫画家は一番クソな回を最終回にするってやつ思い出したわ。まあシーズン続くから最終回じゃないけど続きありげの作りはやっぱ最後でモヤモヤしてダメだわ。良くも悪くも現時点では評価できない構成なんだよね。不満爆発させる人も多いと思うよ。やべえ面白い適当なアクションとネタバラシでお茶を濁すと思ってたのに、すげえ脚本だわ。ね俺も6話でちょっと興奮気味。多分シーズン2以降もまとめてみると良い出来だってなるんじゃないかな。勝手な願望と憶測だけど、リアルタイムで視聴した人たちはただのつなぎを見せられたわけでフラストレーションたまるわな。ドラマ未視聴で今後の映画は理解できるのかね。まあ理解だけが映画じゃないし大丈夫。他のカーンがいきなり攻めてきても宇宙は多次元的な説明を簡単にすればロキは未視聴でもなんとかなりそう。ファルコンも盾をもらってるしいきなりキャプテンアメリカでも違和感ないしな。ワンダビジョンが一番見ないとって気はする笑い。ドクターストレンジはワンダビジョン未視聴だと厳しいってワンダ役の人が言ってた。ディズニープラスは超重要な収益源だから今後はますますドラマ過去作見てる前提の作りが加速するんじゃないかな。それで囲い込んでも十分な稼ぎは見込めるだろうし。机のコップ跡ハンジが言った先これらは回収してもらいたかったわ。最終は個人的にはかなり気に入ったけどな。ワンダビジョンとは大違いでエンドゲームのネビュラ VS ネビュラを掘り下げた話って感じだったな。ロキ別の世界線行っちゃったけど、シーズン2はシルビ探しなんかな。ミス・ミニッツがメインヒロインだと思ってたので6は冒頭の黒幕ムーブが怖すぎて泣いた。率直な感想を教えてくれ。ロキ面白かった？俺は MCU がどんどん複雑化していって泣いてる。自分が MCU に求めてるのは考察が必要なストーリーじゃなくて、ドンパチ含めたポップコーンムービーだということを再認識したよ。複雑化っていうほど複雑になってはないと思うよ。フェーズ1の時は地球の他国が敵で、フェーズ2で宇宙の概念が登場して、フェーズ3で宇宙と地球が入り混じるようになったし魔法使いも登場するようになったからフェーズ4で宇宙や魔法に変わって、時間や異世界の概念が入ってきたってだけの話。フェーズ2の時に宇宙の話なんてついてけねえよってなったかな？まあそのうち慣れるよ。マーベルが面白いのって宇宙レベルの話の隣で隣人と喧嘩する話が連載されてるところだと思うし。今まではバカでもわかる映画の面は保ってたからな。そういう面だけ好きだった勢にはこれからはちょっと頭を使う必要があるから厳しいかもな。ファルコン&ウィンターソルジャーは主人公2人のキャラやアイデンティティが大事にされてたしストーリーもしっかりしててキャラファンとしてもドラマとしても楽しめたけど、ロキに関してはストーリーも微妙だしこれロキじゃなくてもよかったんじゃねと思えてしまうから何かな残念だわ。確かにテンポは悪すぎる。まあマルチバースの概念を導入するために仕方ない部分はあるんだろうけど、カーンの説明のところも少し手短にわかりやすくならんかったんだろか。ロキ2人がおとなしく座って聞いてるだけなのもなんか間抜けな感じだった。カーン登場まで引っ張ってカーンが出てからも嘘なんだか本当なんだかわからない話で延々と引っ張ってじれったかったな。ロキは本当にヒドルストンの演技とロキというキャラクターの理解と表現にしか見どころがなかった。もうロキじゃなくてただのヒドルストンじゃん。ロキもブラックウィドウもシナリオは悪くないんだけど主役を張るキャラがアイアンマン級に比べると単純に弱いんだよ。アイアンマンが舞台を回してたらもっと盛り上がってる。2時間映画で作れる内容のものを6はドラマにしたから間延びしちゃったんでしょ。
あんなおっさんがトニーが死ぬ筋書き作ったと思ったら俺からしたら完全にヴィランでしかないわ。感動も何もかも破壊されただけだったわ。結局新生時間軸って静止 MCU の時間軸のことでいいの？アベンジャーズが過去に戻ったことで変異体ロキが生まれて、その結果色々あってマルチバースが誕生したってことでいいんよな。アントマンの量子世界は時の流れがどうたらこうたらだからそれでなんとかするんかね意地でも劇中でカーンって名称使わないのね。普通に面白かったと思うけどな。カーンがどこまで本当のことを言ってたのかわからんな。ここから先の未来はわからないあたりは実に怪しいし、ラボーナがミスミニッツから受け取った謎のファイルが TVA の異変に関係してそうだし、カーンの手のひらの上って感じがする。姉上の変異体が良い奴で仲間として戦ってくれる可能性もあるのか。この感じだと新生時間軸で死んだロキも可能性の一つになり下がったって理解でいいのかな。ラブサンダーには出ないみたいだけど再びアニュエと並び立つ可能性もある。がっつりカーン出てきたぞ。こいつがアントマンに出てくるのか。カーンめっちゃフレンドリーだったけどアントマンに出てくるやつは全然違うキャラなのかな。カーンってのはアイアンマンやキャプテンアメリカみたいに別称であって変異体の一つの故障だからオリジナルがそう呼ばれてた世界線もあるかもしれんけど現状征服者カーンではないというか。今回のは偽善者カーンって感じだわ。いろんなカーンの中ではマシな方なんかな。シルビがとどめ刺したのは混沌を防いだ善良なカーンで、アリさんで登場するのが征服を目論むカーン。比較的マシなカーンであって善良かどうかは。本人も偽善者で悪党だって言ってたし、ただ他の悪党カーンを封じ込めてたのは事実っぽいし後継者探しも本当だった。そのために分岐を消して変異体を利用してた落ちただ最初の一人がアライオスを発見して利用したって言ってたしこいつがその最初の一人かつ大元の元凶でもあったらしい。TVA の中だと同じバース内からの影響は基本遮断されてるはずだからそんな TVA に変異体として捉えられたけど、まんまと逃げ回ってたシルビと、そのシルビを見つけ出したロキだからカーンに後継者として見出されたのかな。結局 TVA が最強の組織でインフィニティストーンは文鎮で新生時間軸も存在しててアライアスが最強の武器だったな。今後別のカーン出るとき、全然違う人に見えるわ役者すげーってなることを期待。俳優はアントマンさんでアナウンスされてたジョナサン・メジャースだけどまた出てくるのは別の次元のカーンじゃない？違うのカーンの可能性はあるからな。いろんな変異体のカーンがいるから。宇宙ってめっちゃ広いのに結局マルチバース作ったのが地球人31世紀ってのがな。やっぱ宇宙はとんでもなく大きくても地球中心の話なのか。作ったんじゃなくて、カーンが発見したんでしょ？で他次元のカーンさんたちが交流を始めて、キャッキャしてたら、その中でも悪いカーンさんが争い始めたって話じゃない？これからは5つの作品につき1人のカーンがセットになったりして、インフィニストーンに代わる舞台装置がカーン自身、もしくはカーンが開けていったマルチバース間の穴ってなりそうな気がするな。そもそもなんでロキは姿や性別別物なんだ？なぜロキだけが男だったり女だったりワニだったりして変異体化しやすいか説明あったんだっけ？いろんなバージョンが存在する点についてはロキに限らず多元宇宙から見ると普通って話だっけ？よくわかんなくなってきた。ロキは死なないっていうだけ。TVA の裏で操ってるのもロキでロキばっか集めてるからロキまみれみたいな想像してたら本当にくだらない設定で大量のロキ登場させててビビる。多元宇宙やマルチバースは何が違うんだ？新生時間軸という宇宙がなくなってマルチバース多元宇宙が生まれたのか？そしたらそもそも今までの話は何なんだ？あれはマルチバースではないのか？多次元宇宙というマルチバースは今回語られた通り宇宙が並行して存在俺らが見てきたのはあくまで一つの宇宙から分離した世界で、これが一定のライン超えると新しい宇宙として存在しちゃうってことなんじゃね？用語が整理できないと言葉で区分つきにくいが、虚無っていうゴミ箱に捨てることができなくて、時間軸を超えて征服しにヤバい奴が来るってこと？やっぱり筋肉だるまが殴り合いしてる方がいいわ。サノスとハルクの組み合いが最高。カーンってサノスより強いの？強さの質が違うんじゃねえの？少なくても脳筋ゴリラっぽくはない感じ？サノス単体は時空を超越するような存在じゃないただの強い宇宙人だしな。この終わり方だとマルチバースになった原因失点のロキとシルビだけだから、この後の作品もロキの出番結構あるんじゃね？嬉しいけどトムヒ何歳までロキやるんだ？しかもこれからマルチバースの他にターナルズもヤングアベンジャーズもやるんでしょ？情報量多いな。まあ新しいヒーローと入れ替えて新しいヴィラン作って戦わせての繰り返しだけじゃもう長くは続けられないのもあるから英断なのかもしれんが。事前にカーンのキャラを知ってないとドキドキしない。ストレンジ先生が過労死しちゃう。エンシェントワンしんどいてよかった。シルビが混沌を起こした元凶ってことになるのか。ワンダビジョンに続きまた女が暴走同情の余地なくはないがして次回に続くって終わり方か正直フラストレーションたまるわ。まさに感情的な女と理性的な男の構図でイライラしたわな。
スタークやクイルもあんな感じで間違ったから。シルビの望みは結局何だったんだ。長年追い回されて復讐してやるなのはわかるけど、成し遂げたその先は？めでたしめでたし？どうするつもりなのか示されてないから考えなしでどうにでもなれ草をやった結果大変なことになった、としか見えない大先輩じゃん。そもそも時間軸を管理しようなんて考えが悪とも言えるからなというか、それがシルビ。自由に生きることを許されず長年追われ続けてきたから TVA を壊して自由意志を尊重しながら生きることが望みでしょ。後先なんて考えず突っ走ると思うよ。視聴者は他人だから共感できないだけで。あいつのおかげで長年追い回されて、満足のいく生活もできなくやっと敵にたどり着いたって思ったらもう止まらないやろ。ロキ君、月光中の女性に正論ぶつけたらそら状況悪化するでカーンが他の宇宙を行き来できる方法を発見して他の宇宙の自分にコンタクトを取った。矢印下のカーンの中には悪い奴もいて宇宙間の戦争が始まった。一人のカーン死んだカーン。ガーライオスを使って戦争を終わらせた。矢印下の宇宙から切り離して新しい宇宙の発生を防ぐために TVA を作った。合ってる？それで合ってるよ。今回カーンが死んだことによって他の宇宙のつながりが生まれて悪いカーンが攻めてくるよってことか。新生時間軸カーンが他の世界線からの影響を受けないよう封じ込めていた感じで、自分の世界が分岐しないようにしてたのが TVA ってことでいいかな。今までの MCU はこの中にあったけど、これからマルチバース解禁になりドクターストレンジやらアントマンやらに繋がっていく、と。多次元戦争がマジでヤバかったから自分の宇宙を守るために新生時間軸作って他の宇宙と切り離したよ。お前らを守ってるんだよっていうカーンの主張は割とわかりやすくてよかった。ヤバいカーンがこの宇宙を侵略しに来るぞって話に持っていくのはサノスのようにラスボスをはっきりさせるためかな。この先10年はマルチバースを渡りながらカーンと対峙する展開か。俺いまいち納得してない点あるんだけど、時間泥棒もタイムトラベルと言いながら多元宇宙の移動だったよな。アベンジャーズの移動した宇宙時間軸は TVA が筋書き通りとして許してるとしても、その後は選定してるわけだよな。ここまでで違うそうじゃない派がいたとしても、このドラマのロキがテッセラクトを拾ったあの時間は選定されたはずだよな。全部のストーンを返しに行った後自分の時間を過ごしたキャップはタイムストーンとマインドストーンをどこに返しに行ったんだ？ 1、量子ワープはいつでも帰宅できるボタンを持ちながら木の幹を下に向かって移動してるだけだよ。任務完了後に幹の上未来にボタン一つでワープできる。幹の上を移動してるだけだから、観測上は多元宇宙枝の上を移動してない。2、アベンジャーズの行動は台本通り扱いなので、演者リストに名前が載ってないロキとかが変な動きすると選定される。3、大前提として選定されるのは世界ごとじゃなくて異常があったところの時空間までなので、意思を紛失した事実そのものが消えるなので得意体を捕まえると TVA 側に意思が余る。ロキはシルビがカーンを丸す前に TVA に投げられたのに別次元の TVA に飛ばされてるっておかしくない？それじゃ分岐ってより改変じゃないの？ロキが最後にいた TVA は別次元のカーンが作った TVA だからメビウスはロキのことを知らなかった。いや TVA まで複数あるとなるとおかしくないか？ロキが戻ってきたのは別時間軸の TVA ってわけではない気がす。別の TVA 行けたのはカーンが分岐点超えたからでしょ？別のカーンが来れるようになったから元の TVA が征服されたんだと思ったが、ロキは最後に別のバースに移動したわけだから、2期の舞台はアベンジャーズじゃなく別のマーベルヒーローが活躍している世界線の可能性もあるわけだよな。ロキが X メン連れてくる可能性もあるな。別の TVA だよ。歯と別のカーンがタイムキーパーになって一から歴史を再編したんだよ。歯がいるけど結局シーズン2待ちか。これはすでに死んでしまったキャラもこの世界では生きてますってやり放題ってことだよな。トニー大好きだったから嬉しいけど嬉しくない微妙な感情。ラグナロクもインフィニティウォーも経由してない地球人皆殺しにしようとした直後のロキでドラマ成立するのかって心配だったが、1話のその演出だけはうまいと思ったわ。1話がピークで2話以降しょうもなかったわ。ファスト映画で MCU 一気見するロキの表情が作品のピークだった。1話がピークだったな。メビウスとの対話の中でロキの人格を再確認していく構成も丁寧だったし、このドラマ正直ロキである必要あったかな。ロキに思い入れがあればあるほどロキの無駄遣いされてるみたいでムカつくんだと思う。それめちゃくちゃわかる。今までロキが好きでロキのアイデンティティの追求でってストーリー中心を期待してたこちらからすると、マルチバース展開するようになったきっかけにロキを利用された気がするわ。文句言ってる奴は逆にどんな最後を望んでるんだ？カーンが出てきて次回や他の作品に続くなんてこんなの想定もできないのか？逆。予想されきった展開にドラマ部分もつまらないから批判されてんのよ。予想でも期待でもいいから裏切ってほしいのよ。裏切り王子なんだし。
むしろ面白いと言ってる方が予想できてないでしょ。Twitter の肯定的な感想を見てもマルチバースがとか、ストレンジスパイダーマンがとかで全然ロキの名前も出てこない。どんな終わり方がいいかってそりゃロキすげーってなる終わり方がいいよ。ロキじゃなかったら見てないからロキは必要。ロキが自分の末路見てからガチでいいやつみたいな行動し始めて、どうせまた騙すか裏切るんだろと大半は思ってただろうが最後の最後までヒーロー気質になってたのにみんな違和感感じてるんだろ。ロキがロキらしくなかったわ。面倒くさいメンヘラで不敵で自意識過剰でかまってちゃんなロキのままでいて欲しかった。キャラの多層性ってことなんだろうけど今回のロキはただの熱血感すぎてな。ロキには多元時空間戦争？そいつは面白そうだって言って欲しかった。1話の時点で今までの自分とは決別したがっていたのとクラシックが言ってたように孤独ではいたくないってことやカーンが言ってたようにロキは友人ができて人間的に変わろうとしてる。そこ同意してくれる人いてよかったでもロキっぽくないはみんなと同じなんだよな。裏切る人間は成長するかもだけど、彼は裏切りの神つまり裏切りの象徴として存在してるから雷神が風神になることは決してないのと同じく絶対的に裏切りの象徴でいて欲しかったんだよね。まあ今や人間として描いてるから仕方ないといえばそれまでだけど、このロキ変みたいだし、インフィニティ王の時点で兄を救うために命を捨てる行動に出てるから本人にとっては裏切りの神でいることは本当は嫌なんだと思う。まあダークヒーロー的な要素が削られたっていう気持ちはわからなくもないよ。それは何かの新キャラに期待ですな。裏切りの神からは脱せたけどロキは最初から最後まで一貫しての獣扱いだったね。シーズンにはそこから脱出するのかな。裏切りばっかしてたら何も進まないって客観的に感じたのがロキ乱闘だったんだろうね。ラスボス相手じゃなく同じロキが2つの壮大な選択をめぐって戦うラストとかよくこんな脚本思いついたな。征服者カーンみたいな面白黒人の長尺のセリフでここまで場を持たせた演技も初めて見た。これインフィニティ王と同じやり方か、敵が滅ぶか味方が滅ぶかで、より混沌の方を選択するのはロキが支配者になるハッピーエンドとマルチバースの混沌を提示して混沌の方に全振りするこの展開最高だわ。これあれか、すべてを元に戻すにはもうロキがシルビを選定するしかねえのか。それだろうね。ロキがシルビのケツを追っかけるだけでお茶を濁すシーズン2になりそう。もう分岐イベント始まったんだからこのドラマの役割終わってるのに。恋愛要素否定派がいるのも無理ないとは思うが好きなんだよな。あれ目の前のやるべきことに一直線に進む強さがあるがゆえに中の後ロキを突き飛ばせるシルビ。心からシルビに寄り添おうとして平穏を願うロキ。王座はいらないと言ったがある意味王座にふさわしい。どっちもそれぞれに正しいよな。どっちのロキもきりねえ。ロキは今まで新生時間軸の脇役でしかなくて、今作も主人公というか話の中心はシルビだった。最終話でカーン殺して時が乱れてやっとロキの物語が始まった。最終話で主要キャラの主張それぞれ納得できる感じになってて感心したわ。そうラグナロクの時みたいなキャラの可愛げのあるロキが見たかったな。ロキがしたいたずらって首輪つけてループ連打で遊んだのとタイムストーン盗んだくらいか。メビウスがロキ忘れちゃう。知らないのは切ない終わりだな。ロキって一人になるのを心底怖がってたのにシルビもメビウスもいない世界に吹っ飛ばされてんの。ホラー映画すぎない？どうせロキだから嘘ついてんだろって最後まで身構えちゃったわ。孤独やね。誰かと対等になりたいという願いをずっと抱えてるロキが、新生時間軸の世界線でやっと兄と和解できたと思ったら死んでしまって、このドラマを通して心からの親友をやっと得られたと思ったら、その記憶が消えてしまっているのが悲しすぎる。ロキの安息の地はまだ遠いのか、